今日は外国人が日本といえばと聞かれて思い浮かべる有名なものを10個紹介していきます。1、富士山。外国の人たちが富士山を好きな理由は、富士山がとても綺麗だからです。富士山は日本で一番高い山で、頂上には雪が積もっています。形はとても美しく、絵に描いたり、写真に撮ったりすると素敵に見えます。また、富士山は昔から日本の絵や話によく出てきて、日本を象徴するものとして有名です。それに、富士山の周りには自然がいっぱいで、きれいな湖や温泉もあって、人々を引きつけます。だから、世界中の人たちが富士山を見に日本へ来たいと思うのです。2、寿司。寿司は日本の有名な食べ物の一つです。お酢を混ぜたご飯の上に新鮮な魚や野菜を乗せて作ります。この寿司に乗せる具材のことをネタと呼びます。ネタには様々な種類がありますが、特に人気なのはマグロやサーモン、イカ、エビなどの海の食材です。これらは生で食べられるくらいに新鮮なものを使います。野菜や卵を使った寿司もあって、野菜が好きな人や生ものが苦手な人でも楽しめます。お寿司にはベジタリアンの人や魚が苦手な人でも楽しめるようにいろいろな具材がありますが、その中でもよく使われるのがアボカドです。アボカドにわさびと醤油をつけて食べると、マグロの寿司に似た味になることから、最近はよく寿司のネタとして使われるようになりました。寿司を食べるときには、わさびをちょっとつけて食べることが多いです。わさびは緑色のちょっと辛い香辛料で、寿司の味をより美味しくしてくれます。わさびには殺菌作用もあるので、わさびをつけることで生の食材を安心して食べることができます。お寿司を食べる場所としてとても人気なのが回転寿司です。回転寿司はお皿に乗ったお寿司がベルトコンベヤーでぐるぐると店内を回っている楽しいレストランです。この店の良いところはいくつかあります。まず、お腹が空いたときに待つことなくすぐにお寿司を取って食べ始められる点が便利です。いろいろな種類のお寿司が目の前を通るので、今日は
どんなお寿司を食べようかなと考えながら好きなものを選んだり、今まで食べたことのないネタに気軽にチャレンジすることもできます。少しずついろいろな種類のお寿司を試すことができるので、新しい好きな味を見つけることができるかもしれません。さらに、お皿の色や模様で価格がわかるので、自分でどれくらいの値段のお寿司を食べたか把握しながら食べることができます。家族や友達と一緒に行くと、それぞれが選んだお寿司をシェアして食べたり、どのお寿司が美味しかったか話したりすることで会話も弾みます。そうして楽しい時間を過ごすことができるんです。回転寿司は美味しくて楽しくていろいろな発見がある素敵な場所です。3. アニメと漫画。日本のアニメや漫画文化は子供から大人まで幅広い年齢層に愛されています。日本では大人も漫画を読んだり、アニメを見たりすることが普通であり、漫画家を目指す人も多くいらっしゃいます。アニメと漫画の違いについて説明すると、漫画とは雑誌や本に掲載される絵と文字で構成された物語のことです。アニメはアニメーションのことで、漫画のキャラクターがテレビや映画で実際に動き、声を出して話すように作られた動く画像のことを指します。つまり漫画は読むものであり、アニメは見るものであると言えます。日本ではアニメや漫画は子供だけでなく大人にも楽しまれています。電車の中で漫画を読んでいるビジネスマンや家族でアニメ映画を見に行く姿も珍しくありません。多くの大人が仕事や日常生活のストレスを忘れる手段としてこれらのエンターテイメントを支持しています。日本には漫画家を目指す人も多くいます。漫画家になるためには独自の絵の描き方と独創的な物語を作り出す才能が必要です。多くの人が漫画家としての道を歩むために日々努力を重ねています。決して簡単な道のりではありませんが、その夢に向かって努力することが大切です。アニメや漫画の魅力は単なる楽しみだけではありません。これらの物語は友情、勇気、夢を追い求める大切さなど心に残るメッセージを伝えてくれます。冒険や学園生活、
未来世界やファンタジーなど様々なジャンルがあり、誰もが楽しめる物語が見つかります。その他にも日本では難しい本や歴史を漫画化する文化もあります。難解な内容や専門的な知識を漫画という形でわかりやすく伝えることで、本や教科書を読むのが苦手な人も含めて、より多くの人々が楽しみながら学べるようになっています。漫画は単なる娯楽にとどまらず、教育的な役割も果たしています。その他にも漫画やアニメのコスプレという文化も日本では非常に人気があります。コスプレはお気に入りの漫画やアニメのキャラクターに扮装することで、ファンが自分たちの愛する作品にさらに深く関わることを可能にします。イベントや集会では様々なキャラクターに扮したコスプレイヤーを見ることができ、この文化は漫画やアニメの世界を現実のものとして体験する素晴らしい方法です。4、桜。日本には美しい自然がたくさんありますが、その中でも特に有名なのが桜です。桜は日本の春の象徴であり、日本人にとってとても大切な花です。日本には桜の木が数百万本も存在しています。これらの木々は公園や学校、河川のほとりにまで国のあちこちに広がっており、春になると日本全体が美しいピンク色に包まれます。桜の開花時期はだいたい3月から4月にかけてです。しかし日本は南北に長い国なので、場所によって開花する時期が少し違います。暖かい南の地域では早いところで3月の初めに開花し、より寒い北の地域では4月の後半になることもあります。桜の開花期間は2週間ほどであり、一番きれいな満開の期間は1週間ほどですが、桜の種類や地域によって桜の咲く時期は異なるため、様々な地域へ足を運べば、約1ヶ月間は桜を見ることができる時間があります。桜の木の平均樹齢は種類や環境によって異なりますが、一般的には40年から100年程度と言われています。しかし、特に古い桜の木になると、1000年以上生き続けるものもあります。
春になると日本人は桜の木の下でお花見というイベントを楽しみます。お花見は友達や家族と一緒に桜の木の下で食事をしたり、おしゃべりを楽しんだりすることです。この時、いくつかの大切なマナーがあります。日本ではお花見をした後は自分たちのゴミは必ず持ち帰ります。美しい桜をこれからも楽しむためにも、環境に優しい行動を心がける必要があります。また、桜の木の枝を折ったり、桜の花を摘んではいけません。咲いている桜の花には触れずに、見て楽しむことが大切です。桜が満開になった後、花びらが風に舞う様子を桜吹雪と言います。まるで雪のように舞い散る桜の花びらはとても美しく、日本人にとっては切なさや儚さを感じさせる特別な光景です。この時期になると多くの人が改めて桜の美しさを感じることができます。5、新幹線。新幹線は日本で一番速い超特急列車です。平均的なスピードは時速 240 から320キロメートルです。これは車や普通の電車よりずっと速いです。例えば、東京から大阪までを普通の電車や車を使って移動しようとすると、7時間から9時間程度かかってしまいますが、新幹線で行くと2時間30分しかかかりません。これは新幹線の速さがどれほどすごいかを示しています。多くの人々が旅行や出張などで長距離移動を考える際、飛行機やバスよりも新幹線を選ぶ理由はいくつかあります。一つは新幹線の駅が都市の中心に近いことが多いため、移動に便利だからです。また、新幹線は天候に左右されにくく、予定通りに運行されます。車や飛行機での移動では、渋滞や遅延によって予定時刻に到着できないことがよくありますが、新幹線は遅延することが稀なため、時間を気にする人に好まれます。新幹線は1分たりとも遅れず、時間通りに到着することでとても有名です。新幹線は専用の線路を使っているため、他の電車に運行を邪魔されることがありません。例えば、他の普通の電車が事故や故障で
停止してしまっても、新幹線は専用の線路を使っているため、影響を受けず、時間通りに運行を続けることができます。さらに、新幹線は旅が快適でリラックスして過ごせるという点も魅力の一つです。そして、新幹線を選ぶ理由として安全性を理由に挙げる人も非常に多いです。新幹線は世界でもとても安全な交通手段の一つです。1964年の運行開始以来、大きな事故で乗客が亡くなったことはありません。地震が起きた時も、新幹線は自動で速度を落とすシステムがあり、安全を確保しています。これは新幹線の技術が非常に高いレベルであることを示しています。では、なぜ日本は新幹線を作ったのでしょうか。1964年に東京オリンピックが開催されることになり、世界中からたくさんの人が日本に来ることになりました。しかし、その時日本にはまだたくさんの人々を早く遠くへ運ぶ移動手段がありませんでした。そこで日本はそのたくさんの人々を迎えるために、そして日本中を早く安全に移動できるようにするために、新しい種類の電車を作ることにしました。それが新幹線です。このように日本が新幹線を作った理由は、人々をもっと早く、より安全に目的地へ送り届けたいという願いがあったからです。そのおかげで今では日本中を短い時間で旅行することができるようになりました。新幹線は日本の大切な交通手段の一つとなっています。6. 温泉。温泉とは地下から自然に湧き出る温かい水のことです。この水には体に良いとされるさまざまなミネラルが含まれています。日本にはこの温泉を楽しむ文化があります。まず、なぜ日本には温泉がたくさんあるのかご存知でしょうか。日本にはたくさんの火山があります。最初に紹介した富士山も300年前には噴火したことがある火山です。この火山の地下深くにはマグマが眠っており、マグマが生み出す地熱のおかげで地下水が温められ、温泉ができるのです。日本は火山国であるため、地熱が豊かです。このため、日本には多くの温泉が存在し、全国各地に温泉地が広がっています。では、なぜ日本人は温泉に入るのでしょうか。温泉には
体の疲れを取る効果があるとされています。また、温泉に含まれるミネラル成分によって肌に良い影響を与えたり、リウマチや神経痛などの症状を和らげたりする効能があると言われています。日々の体の疲れを取るために、日本人は温泉地に旅行に行き、温泉にゆっくり浸かります。また、温泉は野外に設置されていることが多いため、温泉に入りながら雄大な自然を眺めることも楽しみの一つとなっています。では、外国人が温泉を利用する方法や注意点も説明していきます。まず、注意点として、日本の温泉では入れ墨があると入浴を断られることがあります。これは昔からの習慣や他のお客様への配慮から来ています。もちろん、入れ墨が入っていても利用できる温泉も多くありますので、事前に問い合わせておくと良いでしょう。まず、温泉に入る前に体をきれいに洗います。これは温泉の水を清潔に保つためです。温泉施設には入浴前に体を洗う場所がありますので、そこで体を洗います。体を洗った後は、ゆっくりと温泉に入ります。温泉の温度は高いことが多いので、最初は暑くて驚くかもしれません。最初は足を入れ、徐々に体を慣らしていきます。また、温泉の湯の中に入るときは、タオルで体を覆ったまま入ることは禁止されています。タオルを近くに置くか、頭に乗せるなどして、持ち込んだタオルが湯に浸からないようにするのが一般的です。これはタオルについた石鹸カスや汚れ、ほこりが温泉の水を汚さないようにするためです。また、腕時計やネックレス、指輪などをつけたまま温泉に入る場合は注意が必要です。温泉に含まれる硫黄などの成分によって金属によっては変色、変質してしまうことがあるからです。温泉に浸かっている時間は10分から15分ほどが適切です。長い時間温泉に入りすぎるとのぼせてしまいます。また、多くの温泉には水風呂という冷たい水に浸かるスペースもあります。温かい温泉に長く浸かっていたせいで、体や頭がほてってしまったときは、この水風呂に入ることで、熱くなりすぎた体を冷やすことができます。温泉は日本の
大切な文化の一つです。この文化を理解し、マナーを守りながら楽しむことで、体だけでなく心もリラックスできる特別な体験ができます。7、侍と忍者。日本の歴史や文化において、侍と忍者はとても大切な存在です。世界中の人々にとって、侍と忍者は日本を象徴するものとなっています。侍は武士とも呼ばれる昔の戦士です。特定の領主や貴族、将軍に仕え、その土地を守るために戦う人々です。武道に長けており、武士道という侍が持つ正義のルールに従って生活していました。一方、忍者はこっそりと任務を遂行する特殊なスパイや傭兵でした。侍と忍者の大きな違いは、侍が公に戦い、名誉を大切にしたのに対し、忍者は密かに動いていたことです。侍は着物や鎧を着て刀を持っていました。髪型も特徴的で、ちょんまげという髪型をしていました。忍者は動きやすさを優先して、忍び装束という特殊な服を着て、刀以外にも手裏剣や吹き矢、鎖鎌などの変わった武器を使っていました。侍は通常、刀を腰につけていますが、忍者はより動きやすいように背中に背負います。侍といえば、刀で戦うイメージが強いですが、刀以外にも弓を使ったり、馬術にも長けています。一方、忍者は透明になる技や火を操る技、水の上を歩く技など、魔法のような技を使って敵の陣地に忍び込み、機密情報を盗んだり、暗殺を行ったりなどの特殊な任務を果たしていました。平和な時代になるにつれ、侍は徐々に戦士としての役割から離れ、行政や教育などの分野で活躍するようになりました。明治維新を経て、侍階級は廃止され、忍者も徐々に姿を消していきました。しかし、日本の文化や精神において、その影響は今も残っています。8、神社とお寺。日本にはたくさんの神社とお寺があります。神社とお寺は日本各地にあり、外国人も観光で必ず訪れる場所の一つです。しかし、なぜ神社とお寺という2種類の建築物があるのでしょうか。
この二つはとても見た目も似ていますし、併設されていることも多いのですが、実は大きな違いがあります。まず、神社とお寺の一番の違いは、神様をお祭りしているか、仏様をお祭りしているかです。神社は神道という日本古来の宗教の建築物であり、自然や英雄、先祖を神様として祀っています。対してお寺は仏教というインドから伝わった宗教の建築物であり、お釈迦様をはじめとする仏様をお祭りしています。日本では神道と仏教という二つの宗教が融合しており、日本人もあまり違いを気にせず、神社とお寺両方を参拝します。お寺にはお坊さんがおり、また大抵はお墓も隣にあります。対して神社にはお坊さんもいませんし、お墓もありませんが、子供向けの公園があることが多いです。人々はよく新年などの節目やお墓参りの時、また叶えたい願いがある時に神社やお寺に行きます。もちろんそれ以外にも観光目的で行ったり、散歩の途中に寄ったりもします。それぞれのお寺や神社はパワースポットとも呼ばれており、受験に合格したい、就職に成功したい、勝負に勝ちたい、宝くじに当たりたい、恋人が欲しい、子宝を授かりたいなど、人々はその願いが叶うと言われている神社やお寺を探し、訪れます。神社やお寺といえば、おみくじとお守りがあります。おみくじは神社やお寺で引くことができる運勢を占う紙です。運勢の良し悪しやその年の恋愛、健康、学業などについてのアドバイスが書かれています。運勢の種類には、大吉、とても良い、中吉、良い、小吉、少し良い、吉、普通、凶、悪い、大凶、とても悪いなどがあります。良い運勢が出た場合は、それを持ち帰って喜びますが、悪い運勢が出た場合は、それを悪いおみくじ専用の柵に結びつけて、不幸を神様や仏様にお任せして帰ることが一般的です。これにより不幸が避けられると信じられています。そしてお守りは日本の神社やお寺で購入することができる小さな護符です。お守りは持ち主に幸運をもたらしたり、
悪いものから守ってくれると信じられています。お守りには様々な種類があり、健康、交通安全、合格祈願、恋愛成就など、特定の願いや目的に応じて選ぶことができます。お守りは布や紙で作られた袋に入れられ、中には神聖な力が宿るとされる紙や木片が入っています。では、実際に神社やお寺に行ったらどのように参拝するのか解説していきます。鳥居と言われる赤いゲートや門の前で、まず軽く一礼してから敷地内へ入っていきます。お寺や神社の前に賽銭入れが設置されている場合は、そこに小銭を入れると良いでしょう。次に深く2回お辞儀をし、2回拍手した後、そのまま手を合わせて、この時に願い事や感謝の意を心の中で伝えます。最後にもう一度お辞儀をして終了です。日本人は一つの宗教に限定せず、生活の中で自然と神社やお寺を訪れています。特別な日だけでなく、日常生活の中で心の豊かさを求め、感謝の気持ちを表現する場所として神社やお寺は大切にされています。9、祭り。祭りは地域の人々が一緒になって楽しむ大切な行事です。多くの日本の祭りではおみこしが登場します。おみこしは装飾が施された小さな神社の形をしており、神様を乗せて街中を練り歩くためのものです。伝統的な法被と呼ばれる服を着て、頭には鉢巻きを巻き、大勢でわっしょいという掛け声とともに、このおみこしを担ぎます。その他にも、祭りでは、江戸時代の人々の格好をして、集団で歩く大名行列や、浴衣と呼ばれる簡易な着物を着て、民謡に合わせて踊る盆踊りなどの催し物があります。もちろん、一般の参加者は普通の格好で祭りに参加できます。そして、祭りのもう一つの楽しみとして、食べ物やゲームがあります。祭りの会場にはたくさんの出店が並びます。そこでは焼きそば、たこ焼きなどの定番の食べ物から、綿菓子などの普段はあまり見かけない面白い食べ物も売られています。また、出店は食べ物だけでなく、景品がもらえるゲームもたくさんあり、大人から子供まで楽しむことができます。
10、東京と京都。東京と京都は名前が似ており、外国の方々にとっては、どっちがどっちだかわからなくなるのではないでしょうか。東京が日本一のハイテク都市であるのに対して、京都は古き良き美しい日本の風景を残している場所です。東京は日本の東側に位置する現在の首都です。対して京都は日本の西側に位置しており、約1000年間日本の首都だった場所です。昔は京都が首都で、その後首都は江戸に移ります。そして江戸は明治時代から東京と呼ばれるようになりました。東京には東京スカイツリーや東京タワーといった巨大な建物がたくさんあり、東京を一望したいときには、これらの場所から東京の街並みを富士山も含めて見渡すことができます。富士山は東京から100km以上離れたところにありますが、富士山はとても大きな山なため、天気が良ければ肉眼で東京からも見ることができます。東京は様々な現代カルチャーが集まる場所です。東京の秋葉原に行けば、たくさんの家電ショップやアニメ、ゲームストアなどがずらりと並んでいます。渋谷や原宿には若者が集まり、最先端の若者ファッションを見たり、ショッピングを楽しむことができます。また、東京都内には大きな公園もたくさんあり、春にはたくさんの桜を見ることもできます。対して、京都には古い木造の建築物およびお寺や神社がたくさんあります。黄金のお寺である金閣寺や日本の美しくも迫力ある景色が見られる清水寺などが有名です。春は桜のピンク、夏は葉の緑、秋はもみじの赤、冬は雪の白と、季節ごとに色が変わる美しい本来の日本の姿を見れるのが京都の最大の魅力です。東京と京都は300キロ以上離れています。旅行で両方を回るのは大変ですが、新幹線を使うことで2時間弱で移動することも可能です。他にも夜行バスを使い、夜眠りながら移動するという手もあります。というわけで、今回は外国人が日本といえばと聞かれて思い浮かべる有名なものを10個紹介してきました。これからも日本語の上達に役立つビデオを作っていきますので、チャンネル登録と
いいねをお願いいたします。コメントもお待ちしております。では、また次回お会いいたしましょう。